旅トラベルガイドの K です。ダナン、ホイアン、フエを5日間で巡った中で本当に良かった観光地をランキング形式で紹介します。正直観光地によっては微妙なところもありましたが、ここでは本当に行って良かった観光地に絞ってトップ5を紹介します。今回のランキングは実際に5日間で巡った体験をもとに夫婦2人のリアルな感想で選んでいます。あくまで実体験ベースのランキングになります。これから行かれる方の参考になれば嬉しいです。第5位はカイディン帝陵です。上にある歴代皇帝の陵墓の一つで、他の帝陵とは少し違った独特な雰囲気が印象的なスポットです。外観はややシンプルですが、中に入ると一気に雰囲気が変わり、細かいモザイク装飾や豪華な内装は見応えがあります。コンパクトにまとまっているので、短時間でもしっかり楽しめるのもポイントです。フエの他の観光地と比べると規模は大きくないですが、一つ一つの装飾が印象に残るスポットでした。フエ観光で一つだけ帝陵を見るならカイディン帝陵がおすすめです。第4位は観光列車セントラルヘリテージコネクションです。ダナンとフエを結ぶ観光列車で移動しながら絶景とライブ、生演奏を楽しめるのが魅力です。特に台湾峠は海と山の景色が素晴らしく、移動時間がそのまま観光になります。生ライブ、生演奏は特別感のある時間を過ごせます。移動自体が観光になるので、ダナンからフエへの移動をするなら片道は観光列車をおすすめします。第3位はフエ王宮です。ベトナム最後の王朝があった場所で世界遺産にも登録されている歴史ある観光地です。敷地はかなり広く、門や宮殿がいくつも並んでいて王宮の雰囲気を感じられます。王道の観光地という感じで、フエに来たら一度は見ておきたいスポットです。かなり広いので歩き疲れやすく、暑さもあるので時間に余裕を持って回るのがおすすめです。出口は入り口とは異なるので、出口に向かう前に再度調べるようにしてください。歴史や世界遺産らしいスケール感をしっかり感じられる満足度が高い観光地でした。第2位はポンニャケバン国立公園です。世界遺産にも登録されているエリアで、今回の旅の中でも特にスケールの大きさを感じたスポットでした。ポンニャ洞窟はボートで洞窟の中に入っていき、
冒険しているようなワクワク感と幻想的な景色が楽しめます。ボートから楽しむ洞窟と徒歩で見学する部分もあり、とても印象に残りました。観光の拠点としてはドンホイという町がよく紹介されていますが、笛から日帰りで行くこともできます。ツアーは日によってパラダイス洞窟に行く日程と本屋洞窟に行く日程に分かれていましたが、追加料金を支払えば変更することも可能でした。私たちは本屋洞窟に行きたかったので、追加料金を払ってこちらを選びました。移動時間が長く、ツアーは丸1日かかりますが、それでも行く価値のあるスポットだと思います。非日常の景色を体験したい方にはかなりおすすめです。第1位はホイアン旧市街です。今回の旅の中で一番また行きたいと思えた場所でした。夜のホイアンはランタンの明かりがとても綺麗で、街全体が幻想的な雰囲気に包まれます。灯籠流しも体験しましたが、水面に広がる光景はとても印象的で、特別な時間を過ごせました。朝のホイアンはまた雰囲気が変わって、人も少なく落ち着いた街歩きを楽しめます。同じ場所でも時間帯によって全く違う表情が見られるのも魅力でした。とても美味しいバインミーも楽しめるので、観光だけではなく食事も含めて満足度の高いエリアです。初めての方にもリピートの方にもおすすめできる観光地です。このランキングは実際に行って本当に良かった場所を厳選しました。この観光地行かないともったいないレベルです。各観光地は個別動画で詳しく紹介しています。モデルコースや費用の動画もありますので、合わせてチェックしてみてください。この動画が参考になれば嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけると嬉しいです。